皆さんは昔の絵はがきといえばどんなものを想像しますか？浮世絵のような絵はがき？それとも風景を描いたもの？やはり美しい芸妓たちの写真で彩られた美人絵はがきでしょうか。明治維新後、写真や印刷技術が発達してくると、通常はがきは明治6年、市制絵はがきは明治33年から使用が認められました。それ以降、特に美人絵はがきが人気を博し、折しも日露戦争の記念絵はがきが一大ブームとなり、全国庶民に浸透していったのです。当時、美人絵はがきのモデルは、全国の人気芸妓たちでした。この女性が誰かご存知でしょうか？なんとも愛くるしく美しいですね。彼女を一躍有名にした絵はがきがこちら。当時、美人絵はがきがきっかけで、一世を風靡した芸妓の一人、富田屋の八千代さんですね。その頃、東は赤坂春元の万有、西は富田屋の八千代と、日本で人気を二分するほどの大スターだったのです。彼女はどうして人気芸妓となったのか？その驚くべき結婚相手とは？そしてその後の悲しい人生とは？今回は、貴重な実際の八千代さんの映像も残っていますので、そちらも合わせてお楽しみいただきます。ぜひ最後までご覧ください。八千代の本名は三木といい、明治20年、大阪の堀江にあった、かがりという両替商、西田康次郎の四女に生まれました。もともと西田家は、中河内郡の農家でしたが、明治18年の淀川大洪水で家屋田畑を失ったため、両替商となったのです。しかし当初は商売が思うようにいかず、明治27年、8歳の三木は、親類の沖屋、加賀屋の養女となり、遠藤三木となります。義母となった遠藤玉は、三木をとても大切に育てました。実は三木をもらう前、お玉には2人子供がいたのですが、1人は早生し、もう1人の子は6歳で死に別れ、三木のことをまるで我が子のように思って喜んだのです。あんまり三木を可愛がるから、お玉の夫は嫉妬してか、離縁すると言ったほどでした。しかし、一人娘を一人前の芸妓に育てることを決心した母親は強いもので、まだ、三木が遊びたい盛りだったのを、とにかく厳しく育てたのです。ある時、芸事の修行が嫌で三木が家から抜け出したところ、激怒したお玉は三木を蔵の中に閉じ込め、三木は蔵の中で泣きわめいたこともあったとか？さて、明治32年11月1日、舞妓となった13歳の三木はお座敷に出ることになります。その頃大阪の花街では、まず舞妓となってデビューするのですが、舞妓デビューするには、一本立ちしている芸妓のお姉さんの妹分となる必要がありました。かといって、好きなお姉さんを自由に選べるわけではなく、芸妓には格式というものがあり、姉さんは姉さんで、妹分候補が、自分にふさわしいかどうかを選んだのです。そんな中、お玉の努力の甲斐もあり、当時大変人気だった、17歳の豆千代の妹舞妓としてデビューすることが決定。八千代という名前もその時決まりました。八千代という名は、豆千代の養母であるお千代さんが、三木を見るなり、八千代という名が浮かんだので、あんた、この子は八千代で出なはれ、とお玉に提案し、お玉も喜んで八千代となったのです。ここまではなんとか順調でしたが、なんとショッキングなことが起こります。デビューわずか3ヶ月後、せっかく姉さんになった豆千代を、関西写真製版印刷合紙会社の経営者、三村俊もが帰化し、豆千代は議席を洗ってしまったのでした。デビューした舞妓は、姉さん芸妓から前やら三味線やらの稽古をしてもらったり、姉さんについて座敷にも出ますから。私これからどないにお座敷に出るんやろ、誰について稽古したらええんやろか。三木は突然暗闇の中に突き落とされたのでした。お玉ももちろん三木以上に落胆したのです。しかもその頃三木は盲腸炎にかかり、七転八倒の苦しみを味わうのでした。しかしくしくもこれが三木の命運を左右することになるのです。三木は病から全開の後、なんとか姉さん不在のままお座敷に出ますが、三木が18歳の頃、日露戦争が始まると、豆千代を引かした三村俊もが、自分の印刷会社から、豆千代の妹分だった三木の絵はがきを、軍の慰問用にと10万枚寄付することになったのです。三村は、当時、歌舞伎役者や名義の写真に彩色した絵はがきを数多く売り出しており、世の中は絵はがきブームとなっていました。するとそのブームに乗り、三木の絵はがきは、多くの美人絵はがきの中でもダントツで飛ぶように売れたのです。そうして瞬く間に日本国中に八千代の名が知られるようになります。実は三木は芸妓にしては色黒で、目も鼻も大きくて、しかも声がかすれ声で低かったらしく、当時の美人の基準からは少し外れていたようですが、なぜか不思議と三木の絵はがきはどんどん売れたのです。その頃三木を撮影した写真誌によれば、八千代さんはポーズをつけるのが天才的にうまいんですよ。
撮影する時にすでに準備が整っているのは八千代さんくらいでした。絵はがきで全国民に名を知られるようになったミキは、当時、美女の代名詞として、日本の恋人、と言われるほどの全国的アイドルとなったのです。そんなミキの元には、全国から、そして戦地からも毎日4、5通の手紙、つまりファンレターが届くようになりますが、真面目なミキはせっせとそれに返事を書いたのでした。そんな人柄のミキですから、超人気芸妓になり周りからチヤホヤされても、決してお高く止まることがありません。そして育ての母お玉も、またとんでもなく切符の良い女性でした。ミキが売れっ子芸妓になってからは、お客からの祝儀も増えていきますが、ミキから祝儀を預かっても、お玉は決して自分の所得ともしなければ、ミキのお小遣いにもせず、なんと、ミキを送り迎えしてくれる男衆に、風のまま与えてしまうのでした。多分ご祝儀袋の中にはかなりの金額が入っていたはずなのです。男衆らはそんな待遇をしてもらえるので、他の芸妓は差し置いても、ミキを優先して送り迎えし、そして、八千代の名を加害中に触れ回るのは必死でした。それだけではなく、お玉は、ミキが普段から世話になる上結から帳場の車屋へも、祝儀をきれいに出すことを全く惜しまなかったのです。そんなお玉さんの太っ腹で、八千代の名声はそこら中で響き渡ることとなりました。しかし、お玉だけではなくミキもまた、とても素直で利口な女性だったのです。乱暴狼藉の史跡で、他の芸妓たちが金切り声を上げたりてんやわんやになっても、なぜか冷静沈着なミキは、一緒になってはめいたりせず、不思議とその場の雰囲気を和やかにできたのです。そんなこんなで大阪では、大阪には、鴈治郎と八千代がおる。いや、もはや決戦の結果、八千代に軍配や。というほどの人気ぶりとなりました。さて、当時芸妓といえば、早ければ13歳ほどで旦那をつけさせられるのですが、ミキには、当時有名な佐藤会社の重役だった、藤木熊次郎という旦那がいました。芸妓であれば、あちらこちらの茶屋で深く親しくなる旦那を持ってしまうこともしばしばでしたが、ミキは非常に理性的で、旦那がつけば、他に目を移すことなく、一切噂も何もなかったのです。それがさらにミキの評価を高めました。ミキのこんなコメントが残っています。これから先の希望ですか？ちょっとも思いつきまへんが、まあ、いつまでも芸者だっか、なるだけ人気を落とさんようにして。素人は飽きまへん。お素人になるには、また若の一番から出かけにゃなりまへんから。芸妓仲間内には随分辛いこともうますが、座敷は辛いことはちょっともうまへん。こないだまで舵棒を握った人が旦那藩になりはってきやはったり、昨日まで前世のお客さんが落ちぶれてきやはったりするときに、苦い顔をしやはるお子もありますが、呼んでくやはるお客さんに変わりはないのだすよって、なんとも思いまへんし、几帳面に座って膝の上に手拭いを置いてるお客さんもあれば、酔い取れてグダグダになりはるお客さんもいますが、それはお客さん次第で、お客さんがグダグダになりはや、こちらもグダグダになってお相手になればよろしゅうおますし、几帳面なお客さんの時は、真面目でいればよろしいやおまへんか？こっちの端から向こうの端まで、お杯を取り継げと言いやはりましても、まあ、遠方までめんどくさい。と思えば辛いこともうますやろけど、私がこのお客さんになったと思ってみれば遠方も苦にはなりまへん。それに今のお客さんはみんな、芸者が遊ばせるのではのうて、お客さんが芸者を遊ばしてくださるんだす。ただ、私はきっぱりとしたいと思いますが、芸者の商売は嘘をつかんならんのには一番困ります。明日どっかへ行こうかとおっしゃって、行かれんことは知っておっても、参れませんと言い切るわけにはいきまへん。へえ、参りましょうとつい嘘を言わなあきまへん。これだけが本に面を増す。さてさて、ミキのどこを日本国民は魅力的と思っていたか。人柄や美貌、当時多くの著名人たちがミキを評論していますが、特に皆が褒めたたえたのが、ミキの目だったそうです。優しい涼しい情がこもって、いかにも生き生きとして艶がある。それに二重まぶたで、下にも一重のシワがあり、まつげも濃くて申し分ない。まったく八千代の美はこの目が命だ。現代の名義教という論説で、推理風が記しています。その頃は、全国の芸妓たちの話題で持ちきりだったのです。今でいうアイドルですから。今と違うのは、芸妓には旦那が付き物だったことでしょうか？長いこと藤木熊次郎を旦那としていましたが、熊次郎が大正3年に岩下事件に関係していたことがきっかけで、ミキとの関係には終止符が打たれます。熊次郎と切れた後、引く手あまだの財界人たちを潔く振り切って、と世間が驚くような男性と結婚することとなります。その相手とは、当時まだ無名だった、画家の菅立彦でした。時は遡り、明治45年、三木26歳、立彦34歳の時、
7月30日、明治天皇が崩御し、南紀花町が休養した時、富田屋主人の矢田一兵衛は、暇になった芸妓たちに絵を習わせようと、立彦を呼びました。一兵衛は風流の人で、日頃から芸妓たちには日舞やら和歌などを習わせたりしていたそうで、立彦は一兵衛の絵の師匠でもありました。これが三木と立彦、二人の運命的出会いだったのです。もちろん当時三木には、熊次郎という旦那がいたのですが、最初は大勢の芸妓たちが絵を習っていましたが、いつしか熱心に教えを請うのは八千代一人となります。もしや二人の間にはただならぬものが？皆さんそう思いましたか？正解です。先生とその弟子、あるあるです。後に立彦は詩人の竹中育に、どっちが先に好きになったんや？と問われ、八千代が手に惚れたんや。堂々と答えています。二人が絵を通じて心を通わせる中、熊次郎の言わした事件で三木の旦那が不在となった頃、一兵衛主催の、だるま会という、立彦をはじめ、辰村平蔵、楽吉左衛門らアーティストたちの集まる会がありました。そこで、四捨五入すると40で、未だ独身の立彦に、嫁はんを世話しよう、という話がふと出たのです。三木が熱心に立彦から絵を勉強しているのを皆知っていたので、八千代なんかどう出すか？と誰かが立彦に振ったところ、八千代ならもろてもよろしいな。と、真面目に答えたのを一兵衛は見逃さなかったのでした。その頃一兵衛は、30にも近い三木に、芸妓から足を洗わせようとしていたようです。一兵衛は早速立彦との婚約を三木に持ちかけます。すると三木は、万事よろしゅうお頼み申します。婚礼は2年先にお願いします。それまではこのお話、世間に伏せといとくれやす。実は三木は、芸妓は30歳までと決めており、それまではお礼奉公をさせていただきたいと頭を下げたのでした。そして2年後の大正5年秋、富田屋八千代の引退と婚約が公表されたのです。当時普通なら、人気芸妓は富豪の5歳に入るか、もしくは引かされて新しいお茶屋の女将になるのが一般的でした。ところが、まだ無名の画家との婚約だったことで、世間は大騒ぎとなったのです。大阪では新聞社にまで、二人はいつ式を挙げますねん。と、市民から問い合わせ殺到。こらあかん。内緒であげるしかおまへん。ということで、大正6年2月1日の早朝、二人はひっそりと立彦の自宅にて内々だけの祝言を挙げたのでした。三木を大切に育て、二人三脚で頑張ってきた義母、お玉は、嬉しゅうて悲しゅうて、とても祝言の席にはようれまへん。万事富田屋藩に、親代わり頼んます。と富田屋夫婦に全てを委ねました。祝言の朝、お玉は結婚の化粧や着付けを手伝い、自分も文福に改め準備をしました。お母はん、長いことおおきに、ありがとうさんでおました。行かしてもらいます。三木が挨拶をしますが、達されな。涙を浮かべ、お玉はそういうのがやっとだったのです。列席は、新郎新婦、立彦の母と妹、富田屋夫妻、仲人の辰村平蔵夫妻、立会人の岡本太閤夫妻の10人という、静かでゆかしい祝言でした。そして翌々日の3日に世間に結婚の報告をしたのです。人気絶頂の美人芸妓三木との結婚で世間の注目を集めた立彦は、三木をモデルにして作品の制作に邁進。名実ともに人気画家の地位へと上り詰めることとなったのです。一方三木も、献身的に立彦と立彦の母、常に仕えました。実は立彦が長いこと独身だったのには、父が早くに亡くなり、女で一つで立彦たちを育てた母、常を気遣う心があったからなのです。しかし常もいつまでも独身のままの立彦を心配し、ちょうど三木と婚約をする頃、嫁をもらうようにと立彦に言っていたのです。そしてようやく結婚した立彦でしたが、武家の娘だった常は昔かたぎで、芸妓として身についた三木の立ち居振る舞いから言葉遣いを厳しく叱責し、直させようとしたのです。しかし三木は決して口答えもせず、常に献身的に仕えました。あまりに見かねた周りの者は心配し、立彦の友人谷崎潤一郎は、そんな三木の姿を後に記しています。三木さん、姑さんの前では、いつも手をついて物を言っておった。慣れない炊事選択で、日々赤切れだらけになりながら、紅葉を尽くされた。どんな金持ちや偉い方の奥さんにもなれた彼女の姿に、涙ぐむ者は多かった。そんな三木と母の間で、立彦も三木にとても気を配ったそうです。菅先生の気の使い方は、女の私らでも気のつかない深いものでした。三木の芸妓仲間たちが口を揃えて語っていたそうです。立彦の絵が売れ経済的にゆとりが出ると、三木は書道を学び、ついで近藤借店に入門し、万葉集や源氏物語の講義を受けます。
立彦は結婚前から言っていました。飯炊きのうまい女はなんぼでもおる。わてが欲しいのは、生涯本当に語り合える女房や。ミキは、当時立彦の弟子だった生田みのりと、眠とうなったら手をつねってや。と言い合いながら、一生懸命に勉強したのです。そして、書や絵、歌のどれも立派にこなすようになったのですが、同時に目を悪くしたのでした。大正12年、二代目市川猿之助の斡旋により、東京日本橋の三越本店で立彦の個展が開催され、立彦の名は全国的に知られるようになります。ミキはこの個展の開催準備のため、幾度か単身上京し、現役時代の縁で、東京在住の有力者に個展の講演を依頼する、挨拶回りに奔走します。無事個展が終わると、立彦の郷里の山陰旅行に同行しますが、もともと芸妓時代から、縁毒症を患っていたミキは、度重なる多忙と辛労で、次第に体調を崩してしまいます。立彦はミキを伴い、転地療養を重ねますが、次第にミキが床につく日が多くなります。そして、結婚からまだわずか7年、大正13年2月25日、自宅でミキは帰らぬ人となってしまうのです。まだ38歳という若さでした。遺言は、死に顔を人に見せてくださるな。という言葉でした。ミキの遺品であった木版刷りの本を手にした立彦は、こんな大きな字しか読めんようになってたんか。苦労さしたな。と言って泣いたと言います。そしてミキが横になっていた布団の下から、ふと紙切れが出てきたのです。生まれきて、長きちぎりと頼めども、明日をも知らぬ、我が命かな。27日、ミキの葬儀が行われました。参列者は500人を超え、甲信街道は人力車で埋まりました。宗右衛門町の女将、芸妓連中は数も知らず、その喪服姿は見事だったそうです。立彦の内弟子たちが棺を白木の腰に乗せ、白馬の白鳥をつけて担ぐ中、弟子の一人である西浦公共は、あの優しい奥様が、と途中涙が止まらなかったと記しています。安倍の火葬場で、かまどに棺を収め扉が閉まると、芸妓衆たちは号泣したのでした。妻の亡骸を安倍野の墓地に葬った夜、立彦は夜もすがら、その墓を守りますが、妻亡き家に帰宅した立彦は、これが Y の家だったんか。と思ったと言います。あまりに早い妻の死は、立彦を深く悲しませましたが、このことがまたもや画量を飛躍させる契機になりました。周囲の者たちは、まるでミキさんが乗り移ったかのようだ。と言ったのです。そしてその後、立彦は生涯妻を持とうとはしませんでした。一人残された立彦は、終生大阪を愛し、自分が幼かった明治の頃の大阪の街と人を描き続けました。焼き芋屋の絵を描きながら、この焼き芋を買うてる子供は、わしやで。と懐かしがったと言います。晩年には作品に、何話の見た目、と自分の名を書きました。人にどういう意味か聞かれると、万葉の、見た目は霊ける印あり、という歌から取ったのですが、ただ、大阪の人間という意味ですわい。と言ったそうです。昭和37年、立彦は、郷里の倉吉に亡き妻の歌碑を建てました。その翌年の9月4日、立彦は、ミキの着物を意外にかけてくれ。と言い残し、もっともっと大阪の絵を描きたい。ここにいっぱい絵が詰まってるのに。と、手の甲をさすりながら安倍野の自宅で亡くなりました。当時大阪の新聞は、最後の大阪人は死んだ。とその死を惜しんだと言います。現在、大阪市阿倍野区の施設南霊園に、立彦とミキの墓はあります。墓石には立彦の名、そして隣には、妻、ミキの名も刻まれています。いかがでしたでしょうか？今回は、明治時代に一世を風靡した人気芸妓、富田屋八千代の人生を覗いてみました。芸妓として旦那も持ちながら、最後には本当の相思相愛の夫、立彦と出会うことができました。人生の残り時間は儚くも短いものでしたが、それでも本当に一緒にいたいと思える人と出会え、共に過ごした時間はかけがえのないものであったに違いありません。最後に、八千代の生前の様子を捉えたビデオがありますので、それをご覧になりながらお別れしましょう。もし今回の動画が興味深いと感じていただけましたら、とても励みになりますので、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までこの動画をご覧くださり、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。